国際交流員ワクワク動画。じゃあ多分日本人はみんな読書に興味がないなって勝手に思ってしまいました。ここまでややこしくなるとは思ってなかったです。実際留学した時にちょっと違うなって思って、例えばサービス残業が多いとか、日本は本当にアニメじゃないんだという気づきがありました。一番強い印象は社会的なところ、遠慮をたくさんしないといけないし、激しくそれをしっかり身につけて来日したんですけど、日本人の友達がこのお土産買ってあげるよみたいなこと言って、で僕はちょっとだけ多めに、自分の中で多めに遠慮したらすぐ向こうの人が諦めちゃって、で僕がしまってめっちゃ欲しかったのにと思ってめちゃくちゃ欲しかったけど、いやいやそんなことしなくて全然いいからみたいなこと言ったら、あ、そうなんだ、欲しいと思ったみたいなこと言って、もう今更欲しいけどってかって言えないからすごいなんでだろうとずっと思ったら、その日本の遠回しとか遠慮とか謙遜とかはアイルランドとそんなに変わらなかった結局。でやっぱりインターネットで情報を取ってで英語だったから、大体アメリカの人の視点で日本を知ったから、日本のことをよく知るアイルランド人の視点だったら遠慮が違うとか謙遜がちょっと違う、ちょっと大胆みたいなことを書くと思いますね。日本に来る前は日本はすごい個人主義、なんか迷惑かけない、なんか逆かな、個人主義じゃない。私は個人主義だと思った。日本がお店とかに入ったら一人のためのテーブルも多いし、他の人をそんなに気にしないっていう文化があると思いました。その人のファッションとかをそんなに気にしない。独特なファッションをしても日本はいろんな独特なファッションがあって、一つの流行ってるものがないとか、なんかそういう意味ですごい一人一人の個性とかあって個人主義みたいなものだと思います。なぜなら韓国は結構集団的に集まったり、なんか会社の人とかを家族っていう会社も多いし、そういう文化だから流行ってるものも結構同じものでずっと流行ってるし、そういうことが違って日本は個人主義が強いなと思ったんですけど、来てみたら集団ですることが多いなとすごい感じたのが、日本の飲み会文化とかもそうですし、祭りとかでもその町の人たちが集まって企画して作る祭りとかも多いし、結構他人と一緒に何かをするのが心から楽しんで好きな人が多いなと思いました。日本のイメージ、食事は私のイメージで日本に来る前にすごくヘルシーでカラフルってイメージがあったんですけれども、来てみればお弁当とかお寿司はカラフルでヘルシーだと思うんですけれども、でも家庭料理となると結構地味じゃないですか茶色が多い気がしました。そう色がね。レストランに行くときに揚げ物めちゃくちゃ多くない？私多いと思いました。全然日本イコール揚げ物ってイメージ全くなくて、それでびっくりしました。あとは日本イコール豆乳の国って私のイメージあったんですけれども、逆に来てみれば小学生って毎日牛乳飲んでるんですよ。それすごいショックを受けて、今ヨーロッパのトレンドはどっちかというとビーガンとベジタリアンが流行っているので、どうしても牛乳を避けようとしている若者が増えてます。でそれでオーツミルクとかアーモンドミルクとかライスミルクとか結構売られてると思うんですけれども、日本は逆にライスミルク見たことないんですよお米の国なのになくて、結構牛乳にこだわっている人が多いなって思いました。多くの国では日本といえば、最初に浮かぶイメージとしてはお寿司で、アメリカの方では最近結構スーパーとかでもう普通に寿司を買ったりするようになっていますし、実際に来日して
まあ日本人の友達とか知り合いとかとちょっと寿司の話をすれば、寿司はどちらかというと特別な際に食べるものだなということを気がつきました。私も毎日食べてるものだって思ってて、全然そうじゃなくて高級だし、そう食べ物で言えば箸、本当よりたくさん使われてると思って、なんかカレーとかでも箸で食べると思ってた。フォークの代わりっていう印象だったから、欧米人ってカレーとかフォークで食べるんですよね。スプーンとかじゃなくて。だからじゃあフォークの代わりに必ず箸っていう印象だったから、どうやってカレーを箸で食べるのかなってずっと思ってたんですね。でもスプーンだったんですね。おお、なるほど。欧米だと基本的にボウルのものだけスプーンを使うんですね。私もこの国でこれ箸で食べるかそれともフォークで食べるかと今でも悩んだりすることもあります。岡山県の、あるホステルでアルバイトしたことがありますし、フライドポテトを、注文して、その人は箸で食べてるところを見て、普通に手で食べないのとすごくショック受けました。アメリカですごいです箸がないんだけど、でもフォークで食べるよ。そのマックだったら手で食べるんだけど、家だったら普通にフォークで。場面によっても違うよね。飲み会とか人がいっぱいいてシェアするものだったら大体みんなもう箸で取ることにする。なんか箸で食べた方が僕は衛生気になる、正直。箸はなんか口の中に入れる。これの方が汚れてるかもしれないけど、誰かの箸が触ったものと誰かの手が触ったもののどっちかを食べれるんだったら、誰かの手触ったものの方が僕は食べたい。思ったことないけど考えてみればそうだね。取り箸があると便利だけど、取り箸がなかったらちょっとやっぱり気になる。これは全部に関係するちょっとまとめ的なやつなんだけど、日本ではやっちゃいけないことっていう動画とか記事とか多くない？すごく。なんか日本でやったらみんなが怒る10個のことみたいなすごい、これも食べ歩きもできないんだ全部覚えなきゃいけない、その過ちを起こしたらなんかすぐ怒られるとかみたいな印象が強かったんですけど、すごく優しく教えてもらったことはあるけど、実はねみたいな教えてもらったことがあるけど、怒られたことも怒られそうになったことも一回もないから、どこでも海外に行くとこのエチケットとかでいるとか勉強した方がいいと思うけど、日本はそれをずっとさらにしないといけないと思ったら、いや普通程度で大丈夫だったんだねっていう、そんな印象が変わりましたね。多分外国人だからこそ許してくれる、怒るよりは教えたいという気持ちがあると思います。ですね。日本人の方は本当に気にしてるかどうかはたまに分からなかったりするから、すぐ教えてくれる人もいたりするんだけど、外国人だったらいいんじゃないってずっと放っておいてる人もいるから、少しは教えてあげてほしいっていう気持ちになる。外国人だったらいいんじゃないってずっと放置されると、それもちょっとあれなので、当たりに外国人がいて気にするのことしてるんだったら、ぜひ教えてあげてください。本当に。日本語も。日本語も。皆さんは今回の話を聞いてびっくりしましたか？今の私たちの印象はまだ間違っていると思う方はぜひコメント欄で教えてください。それから私たちの国々への印象も教えてください。では次の動画もお楽しみに。バイバイ。